皆さんこんにちは、クレアです。今日はこちらダイソーさんで購入しました UV カット加工のある糸 UV コットンミックスを使用してマーガレットを編んでいこうかなと思います。で、私が使用するのは305番のアイボリーの色です。で、こちらは面が 50% で、レーヨンが 50% ですね。25g65 メートル、かぎ針は4から5号の指定です。こちらを今回は使用していきます。で、店舗で見てもらって多分 UV コットンミックスないところの方が多いかなと思うんですね。で、私もこれ5玉購入してて、マーガレット、本当はね、ストールはもうと思ってたんですよ。だから5玉ぐらいでいけるかなと思って購入してたんですけれども、急遽マーガレットにしちゃったもんなので足りなくってですね。で、先日コミュニティでもなくなっちゃったどうしようみたいな感じでアップしたんですけれども、その時にはもう本当にご親切にありますので言ってくださいとか言ってくださる方が本当いらっしゃってありがとうございました。もう皆さんの優しい心遣いにも本当に感激しました。本当ありがとうございます。でも結局遠いところに何店舗かですねダイソー巡りをした時にちょっと小さい店舗で見つけたので、その3玉を私は購入してきて、8玉ぐらいでいけたんですけれども、ない場合が多いかなと思います。で、紺色と、それから水色とホワイトとあるんですけど、ホワイトはね、ほんとどこ行ってもなくって、水色、紺色はあるので、もしもそちらで同じ感じで編んでいただけるならば、こちらの UV コットンミックスを使用してみてください。で、これと、よく似たメートルとグラム数ですね。それがこちらですね。これも皆さん定番で分かってるかなと思うんですけれども、ニューエンジェルコットンですね。これセリアさんのカラーナンバー1番になります。で、色味がもうめっちゃくちゃホワイトともう本当に一緒なんですよ。もう本当に。ちょっとこっちの方が黄みがかってるかなっていうぐらい、ちょっとこっちの方が白いかなっていうぐらいで、もうほとんど一緒です。色がね。で、25g65 メートル。こっちも 25g65 メートルなので、同じメートルグラムで編むにはこれはいいかなとは思います。はい。でもこっちが綿 100%、こっちは50、綿50のレーヨン50なので、すごいね、これ編みにくいんですけど、柔らかいんですよ。肌触りがすっごいいいんですよね。なので、こう羽織ったりとかするのに、ごわっとするより、ちょっとごわっとするかなと思うんですね。ごわっとするよりかは、ちょっとふにゃっとというか、羽織ってて、気持ちがいいものがいいかなと思うので、なるべく、柔らかい糸の方がいいかなと思うんですが、グラム、これもね、ウェア向きでもあるかなと思うので、さらっとしたコットン100% なのでね。なので、どちらかこちらでも編めるかなと思うんですが、同じ感じにはいかないかなとは思うので、そこの点はご了承していただければなと思います。っていうのが、糸のご紹介と、それから道具はこちらになります。はい、毎回同じなんですけれども、段数マーカーですね。それから閉じ針。で、横のマーガレットって袖のところがあるんですけれども、そこ閉じていくのも、待ち針とかでやっちゃうと、ちょっと引っかかったりとかしやすいので、これは細い糸なのでね、細くてこう引っ掛けるとピッてなる糸なので、今回はもうこの段数マーカーで閉じていった方がいいかなと思うので、段数マーカーでしちゃいたいと思います。はい。それとハサミと、かぎ針は1本だけですね。こちら。6号針 3.5mm、 こちらを使用して編んでいこうかなと思います。それでは作り目を編んでいきます。で、今回模様編みの目数なんですけれども、16目で一模様の結構長いんですけれども、そんな感じの模様編みを編んでいこうと思ってます。それにプラス9目した数っていうので、模様編み一番最初から最後までちゃんと綺麗に入るので、もしも目数を変えられる場合には16の倍数、それにプラス9目した数っていうので作り目を作ってみてください。はい、それではですね、糸端は糸処理できるぐらいの長さに残して途中から結び目を作って、ここから私は233目ですね。ちょっと中途半端になるんですけど、233目編んでいきたいと思います。はい、こんな感じで233目鎖を編んできました。で、2つによって測ってみようと思います。2つに合わせて0のところに合わせますね。ちょっと測り方によって伸びとかで違ってくるかもしれないんですけれども、こういった感じでだーっと測っていくと、だいたい67とか66とか、それぐらいになってます。はい。
でも、これはちょっと、この伸びでちょっと違ってくるかもしれないので、だいたい65、6、7とか、4、5、6、7、8とか、それぐらいかなと思うので、まずはそんな感じでご参考になさってみてください。はい。では、ここから1段目、細編みを編んでいこうと思います。それでは、まず鎖を1つ立ち上げて、2目めの裏山を取っていこうと思います。で、裏山に、まずは1目細編み。で、段数マーカーを目印に細編みの頭につけておきます。で、この UV コットンミックスってすっごい糸割れがするんですよね。前編んだ時もすごい糸割れするなと思って編みにくかったんですけれども、この1本でもピッと引っ掛けちゃうと結構目立ったりとかするので、なるべく引っ掛けないような感じにして、ちょっと行ってみた方がかなり、いいかなと、かなりっていうかいいかなと思うので、もしも、落としてしまった時ですね、1本だけ目を落としてしまった時にすごいね、せっかく綺麗に模様編み編んだのに気になったりとかするので、ちょっと編んで落としてないかなと思ってこうやってして見てやった方がいいと思います。模様編み上に編むにつれてもそれはやった方がいいかなと思うので、私も結構やっちゃったんですよね、前の時に。なので、そんな感じで注意しながら、すっごい編みにくいので、注意しながら最後の目まで細編みを一つずつ裏山に編み入れていきたいと思います。こんな感じで最後まで細編みを編み入れてきました。で、先ほどなんですけど、こういった感じで2つ折りにして、こうやってして測ってみたところ、だいたい64センチぐらいの長さになってました。だいたいだから63から65センチぐらいかなと思うんですけれども、参考になさってみてください。で、次からが模様編みに入っていくので、模様編み1段目として数えて編んでいこうと思います。はい。それでは次、模様編みの1段目に行くんですけれども、1段目、2段目ってずっと立ち上げるときに長く引き伸ばす立ち上げ方法でやっていこうと思います。詳しいやり方は下の説明欄にあるので、この後やってみるんですけれども、わからない方はそちらの方をご覧になって一緒にやってみてください。まずは長く引き伸ばして、時計回りにくるーっと回します。で、回したら、ここのところを中指で押さえたまんまでぐるーっと引っ掛けます。で、一番最後に編んだ細編みの頭に入れて、ちょっと今ちっちゃいから入れにくいと思うんですけど、入れてもらって、引っ掛けて引き出してきます。そうするとねじった2本分と引っ掛けて今引き出してきた1本で合計3本になってます。で、ずっと中指を押さえたまんまで引っ掛けて最初の2本を引き抜きます。で、中指を離してちょっと整えてから引っ掛けて次の2本を引き抜くというやり方です。で、横の方を見ると、ここのところね、こういった感じで鎖っぽいところがあるので、ここに段数マーカーをつけておきます。はい。で、それからまた同じ目、ここのところに長編みをあと3回編み入れます。右端、左端は長編みを4目編み入れてっていう感じになるので、まずこれは立ち上げたのも1目とカウントします。また同じ目に入れて長編みです。で、この時の長編みの足をちょっと大きめに出してみてください。今1目編みました。2目目。この時にちょっと長めにこう引き出して大きく長編みを編む感じですね。はい。これで今2目目。で、3目目。一番最初のこの立ち上げプラス長編み3目で合計4目っていう感じです。はい。編み入れたら、次、8つ目の細編みの頭、ここにまた長編みを4回編み入れます。今入れたところがここになるので、その隣、ここから数えて、1、2、3、4、5、6、7、8、8つ目ですね。ここに長編みをまた4回です。で、この時にも、ちょっと足を長めに引き出した方がいいので、まず1回目、ビヨーンと伸ばして2回目。はい、長編みを4回編み入れました。なのでちょっとここのところがね、8目なので長編み4、長編み4で目数は合うんですけれども、ちょっとビヨーンと伸ばした方がここのところが綺麗になるので、ちっちゃいとね、ここのところがすごいたるんじゃうんですよ、めっちゃ。
なのでちょっと長めに引き出して長いというか大きい長編みですね。それを編んでみてください。はい。で、入れたら次は鎖を4つ編みます。1、2、3、4と4つ編んで、次は3つ目、4つ目のところに細編みです。中3つ開けます。今ここを入れたところで、その隣から数えて、1、2、3、4つ目、ここに細編みを編み入れます。で、ちょっとキュッとしてから、また鎖を4つです。2、3、4と4つ編みました。そしたら、この入れた隣、1、2、3、4目目。ここのところにまた長編みを4目編み入れます。その時も、ちょっと長めな足をちょっと出してみてくださいね。4と編みました。っていうのの繰り返しになります。今長編み4目編んだのが一番最初の長編み4目になるので、その間って8目開けてたと思います。なのでですね、こっからリピートとしたとして、引っ掛けてから8目目のところ、1、2、3、4で、5、6、7、8目目のところに、また長編みを編み入れます。はい。長編みを4目編み入れました。そしたらここですよね。次は、1、2、3、4目目のところに細編み。で、その間が鎖が4つです。1、2、3、4と鎖を4つ編んで、1、2、3、4つ目のところに細編み。で、鎖を1、2、3、4と編む。で、また4つ目のところに、この長編みからずっと始まるという感じです。これをリピートして、また端まで編んでいきたいと思います。はい、こんな感じでずーっと模様編みを編んできました。で、残りが8つ空いてる状態で、その前の目ですね。ここのところに長編みが4目入っています。なので、1、2、3、4で、5、6、7、8、8つ目ですよね。ここのところに最後長編みを4目編み入れたら、この模様編み完成ですね。これで模様編みの1段目が終了です。で、右のところで長編み4目でスタートしているので、必ず終わりのところも長編み4目で終わるという風な感じで、真ん中をパキッと割って左右対称になるような感じの終わり方になります。それでは2段目です。2段目も長く引き伸ばす立ち上げ方法で、まずは立ち上げていきたいと思います。そしたら、また同じ目に長編みを3回編み入れます。1段目と同じですね。1回、2回、はい、3回長編みを編み入れました。そしたらですね、この長編み4目、次のところ、これの一番左のところ、ここのところにまた長編み4目を編み入れます。はい、こんな感じで長編み4目編んできました。そしたら次のところなんですけど、前段では鎖を4目編みました。で、この段では鎖を5目編みます。1、2、3、4、5と5目編んで、前段の細編みの頭に同じく細編みを1目編みます。で、ちょっとキュッとしますね。で、また鎖を1、2、3、4、5と5個編みます。これの繰り返しです。今のここの繰り返しで、またここの長編み4目、長編み4目、これの右端と左端、ここのところに長編みを4目編み入れていきます。はい、4目編み入れたら次は左端のところに長編み4目です。はい、こんな感じで編み入れました。そしたらまた鎖を1、2、3、4、5と5つ編んで、前段の細編みの頭にまた細編みを1目、ちょっとキュッと締めて、鎖を5個
ですね。1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、5目編んで、またここから同じくここですね。ここの繰り返しをするという感じです。はい。これでまた端まで編んでいきたいと思います。はい。こんな感じで端の方まで編んできました。で、最後のところは全部ですね、この右端と左端に長編みを4目ずつ編み入れて終わりになってます。では次、上の段に行きたいと思います。はい。それでは次の段も同じような編み方で編んでいきます。まずは、最初の立ち上げはこの長く引き伸ばす立ち上げ方法です。はい。立ち上げたらまた同じ目に長編みを3目編み入れていきます。はい。最初の立ち上がりと長編みを3目同じ目に編み入れてきました。そしたらここのところも同じ編み方になるので、一番端、左端の長編みの頭に長編みを4目編み入れます。はい。長編みを4目編み入れてきました。そしたらここのところって最初は4目、次が5目鎖ということなので、次は6目の鎖を編んでいきます。2、3、4、5、6と6目鎖を編んだら同じく前段の細編みの頭に細編みを1目編みます。はい。で、ちょっとキュッと締めて、で、また6目鎖です。はい、6目鎖を編みました。で、もうここからはわかるかなと思うんですけれども、また右端と左端のところですね。もうここからリピートです。右端と左端のところに長編みを4目、長編みを4目編んで、ここのところは鎖を6目。で、細編みの頭に細編み。で、鎖を6目。で、また右端と左端のところに長編み4目、長編み4目編むという感じで、また左端まで編んでいきたいと思います。はい、こんな感じでずっと模様編みを編んできました。で、最後のところは前段と同じ感じで右端、左端のところに長編みを4目ずつ編み入れて終わってます。では次、上の段に行きたいと思います。それでは次、上の段では、この長編み4目、長編み4目のところ、それがここのですね、鎖を編んだところが上に来る。で、鎖を編んでいるところが長編み4目、長編み4目のところが上に来る。という感じで、こう逆になるような感じになっていきます。なので、編み方自体は一緒になるんですけれども、ちょっと一回ですね、この1段だけ編んでみたいと思います。それでは4段目です。4段目は前段と同じような感じで、立ち上げはもうずっとこの立ち上げ方法で立ち上げていきます。で、立ち上げたら、今度からはですね、鎖を4目編みます。この部分がこっちに来るので、まずは鎖を4目です。その上が鎖5目。その上が鎖6目というふうに増えていったと思うので、まずはこの段は鎖を4目です。鎖を4目編んで、で、この、長編み4目と長編み4目、この真ん中のところに細編みを編みたいんですけれども、今度はこの側にズボッと入れて、ここのところで細編みを編み入れます。で、ちょっとキュッと締めとくと、ここでギュッと締まるので、キュッと締めてみてください。で、また鎖を4目編みます。はい。ということで、この鎖の部分がこっちに来たという感じですね。なので、鎖の部分がこっちがこう来るので、今度は長編み4目の部分になります。で、長編み4目編み入れるのが、この4目と4目のこの内側ですね。内側同士。ここのところに長編み4目を編み入れていきます。引っ掛けて、まずは鎖のその隣の長編みのところに長編みを4目編み入れます。はい、長編みを4目編めました。そしたら次ここですね。この隣のところ、鎖のすぐ隣の長編み、ここのところにも長編みを4目編み入れたいと思います。はい、こんな感じで長編み4目、長編み4目を編み入れました。そしたらまたここからこの繰り返しになるので、編み入れたらまずは鎖を4つですよね。1、2、3、4と編み入れて、真ん中のところにそのまま側に入れて細編みを1目。で、ちょっとキュッと締めておきます。で、また鎖を1、2、3、4と編む。
はい。で、またここからの繰り返しですね。ここのところ。またこの鎖と鎖のこの端のところ、こことこの目、このところに長編みを4目4目編み入れるという感じです。はい。この感じのリピートになるので、これでまた端まで編んでいきます。はい、こんな感じで端まで編んできました。で、最後のところは長編み4目、長編み4目のところのこの一番右端のところですね。ここのところに長編みを4目編んで、鎖を4つ。で、間のところに側に細編みを1目。で、長編みを4目編んで、最後はこの一番端っこの長編みの頭、ここに長編みを1目だけ編んで終わってます。はい。で、この段の終わりで、次は5段目に行きたいと思います。それでは5段目は4段目と同じような編み方になります。1段目と2段目、3段目も同じような編み方だったと思うので、4段目、5段目、6段目、そこのところも同じような編み方です。で、4段目の時に一番最初長編みで立ち上げて鎖を編んでいきました。で、4段目の終わり、今ここのところも最後長編みで終わっているので、4、5、6とそこのところは長編みで始まって長編みで終わるという風になります。なので5段目は長編みでまずは1目ですね。長編み1目でここのところ立ち上げていきます。はい、この立ち上げで、これも長編みとみなすので、長編みを1目編んだという風にします。で、次のところは前段で鎖を5目だったので、次の段は鎖を、鎖4目ですね。すいません。だったので、次は鎖を5目になります。1、2、3、4、5と5目編んで、で、同じですね。前段のこの細編みのところに細編みを1目編んで、ちょっとキュッとします。で、また1、2、3、4、5と5目編む。で、もうここからはもう一緒ですね。同じ編み方です。引っ掛けて、この右端、左端のところに長編み4目なので、ここからは同じような感じで編んでいきます。はい、こんな感じで長編み4目と長編み4目を端の目に編んできました。そしたらもうこの次からはもうここのリピートになるので、こんな感じでずっと編んでいきます。で、次上の段、ここの上のですね、段1、2、3、4、5段目、6段目ですね。6段目も同じような感じの、始まり方になるので、6段目はこの4段目、5段目を参考にしていただいて編んでいただければなと思います。こんな感じでずっと模様編みを編んできました。で、5段目と6段目のところは長編みでこんな感じで、4段目と同じような感じで始まって、終わりのところも長編みですね。で、終わるような感じになってます。はい。で、6段に一模様になるので、7段目から、またこの1段目からの続きになるので、今度の7段目も同じような感じで、1段目と同じような感じで編んでいきたいと思います。それでは次7段目です。7段目は1段目と全く同じ編み方になるんですけれども、ちょっとここら辺のあたりまでですね、一緒に編んでみてください。まずは長く引き伸ばす立ち上げ方法で立ち上げていきます。はい、立ち上げたら1段目のところは長編みをそのまんまですね、4目同じ目に編み入れるので、この長編みの立ち上げも1目とカウントしているので、あと3回長編みを編み入れます。1、2、3編み入れて、次も長編みをこんな感じで4目編み入れたと思うんですけれども、引っ掛けて、次編み入れるのはこの鎖のすぐそばですね。この長編みのところ、ここに編み入れていきます。長編みを同じ目に4目です。はい。長編みを編み入れたら次は鎖を1、2、3、4と、もうここからはもうわかるかなと思います。長編みを、鎖を4目編んだらそのまんま、この模様編みと模様編み、長編み4目、長編み4目の間のところに側に入れてもらって、細編みを1目。で、ちょっとキューッとしといた方が綺麗になるので、キュッとしてからまた鎖を4目ですね。すいません。鎖を4目編む。で、またこの長編みの一番端っこのところ、ここのところに長編みを4目編み入れる。はい。編み入れたら、またこの鎖のすぐ隣のところに長編みを編み入れるという編み方で、もうずっと編んでいくだけです。で、1段目から6段目をずっとリピートして編んでいくということになります。ちょっと今これアイロンを当ててないので、ちょっとシワシワシワっとくちゃくちゃくちゃっとなってるんですけれども、綺麗に当てたらすごい綺麗になるかなと思うので、この、模様編みですね。1段目から6段目をリピートしてずっと編んでいきます。
はい、こんな感じで33段まで模様編みを編んできました。で、もうこの辺でいいかなと思ってもうストップしてるんですけれども、スチームアイロンをちょっと全体的にこう伸ばすような感じにしてきて、で、ペタッと2つに折ってる状態ですね。で、この状態で、大きさを測っていこうと思います。だいたいの目安にしてみてください。横幅が51センチ、51.5ぐらいなので、まあ、52センチとしたとして、104センチぐらいかなっていう感じですね。で、ちょっと映りきれてないんですけれども、それから下までが41センチぐらいという感じです。で、下の部分、細編みを編んでたと思うので、一番最初のところ、上の部分もちょっとまだ終わったばっかりなんですよね、ここのところ。はい。なので、ちょっとこの上をですね、同じような感じにするように合わせていこうかなと思います。それでは、鎖を一つ立ち上げて、表を向けます。で、最後の長編みの頭に、まずは細編みを1目編んで、鎖をね、3目編みます。1、2、3。で、間のところにそのまま側に入れて、細編みを1目。で、また鎖を1、2、3と編んで、左端の長編みの頭に細編みを1目編む。という感じにまずはします。で、鎖6目で細編み。鎖6目のところも同じような感じで、鎖3目プラス細編みの分1目で4目ですよね。で、鎖3目分なので5、6、7と編んで、鎖をね、1、2、3、4、5、6、7、7目編みます。はい。で、次のところに、長編みの頭に細編み。もうここからここのリピートです。で、ここから鎖が1、2、3ですよね。3つ編んで、側に細編み。で、鎖3つ編んで、で、次、左端の長編みの頭に、細編み。すんごい引っかかるんですよね、これ。細編み。で、次が鎖が7つですね。1、2、3、4。で、5、6、7。7つ編んだら次の長編みの頭に細編みを編む。という感じにしていこうかなと思います。そうすると下と合うかなと思うので、こんな感じで左端まで同じような感じで編んでみてください。はい、こんな感じで端の方まで編んできました。では次、この上の段で細編みを編んでいこうと思います。それでは鎖を一つ立ち上げて裏を向けます。で、裏を向けたら、まずは細編みを前段の細編みの頭に1目。はい。で、こっからが鎖の数だけ同じ分細編みを編んでいきます。で、ここ鎖3目だったので、鎖3目分の細編みを編んでいくんですけれども、こここうやって見ると、これ裏山なんですよね。ポコッとここしてるのがこれ裏山です。ここ裏山。で、ここに上半目がここにあって、ありますよね、これ。で、下半目になってるんですけど、この下半目のところにスポット入れて、裏山と上半目を取って編んでいこうかなと思います。で、一番最初はこのところです。最後に細編みでちょっとキュッとしてるので、一番最後のこの鎖の部分がちょっとちっちゃくなってるんですけれども、まあまあまあ、入るかなと思うので、ここのところにまずは細編みですよね、一つ。で、ここは3目あるので、今1個編んだので、その隣。今2つ目ですよね。で、最後、3つ目の細編み。引っ掛けないようにちょっと注意してやっていきます。で、3目編んだら、次が細編みの頭に細編み。で、またここから3目。細編み編んで細編み。で、ここは斜め分の細編みをずーっと編み入れます。で、これも下の、ここのところがね、一番最初編むところがすっごいちっちゃいんですけれども、まあ、ここの下半面にギュッと入れて、細編みを斜め分編んでっていう感じで、鎖斜め分のところは斜め分ですよね。鎖3目分のところは3目分。で、細編み編んだところは細編みを1目分。1目分っていうか1つしか編めないので、1つ編むという感じで端までまた編んでいきたいと思います。はい、こんな感じで端の方まで細編みを編んできました。で、今はもう抜けないような感じでここに段数マーカーをつけて置いてあります。で、この置いたまんまでまたここからですね、これを合わせて引き抜き編みでもしていこうかなと思うので、そのままつけたままにしておきます。で、糸処理を何箇所かする場所があるかなと思うので、まずは糸処理をしていきます。はい、こんな感じで全体的に糸処理を全部してきました。そしたら次、マーガレットのお袖の部分をしていくんですけれども、一度ご自分で何回も羽織っていらっしゃるかなと思うんですけど、もう一回再度羽織っていただいて、この袖の部分、
ここの部分の空きをですね、どれぐらいにするかっていうのをちょっと確認して決めてみてください。で、私はここに段数マーカーついてるところまでこう引き抜き編みをしようと思ってるんですけれども、ここが1、2、で3、4、5個目ですね。5つ目のこの模様編みですね。これでこう腕のところをしようかなと思います。それを決めていただいて、それからついている糸で引き抜き編みをしていきます。はい、それでは引き抜き編みをするんですけど、私はこの糸がついているのが手前の方ですね。で、何もついてない方が奥という感じで、ここから引き抜き編みをしていきます。で、もしもこっちの方になってる方もやり方自体は一緒になりますので、こっちのやり方をご参考にしてやってみてください。それでは鎖を一つ編んで、こことここをこう合わせていくんですけれども、こっちの糸がついてる手前の方ですね。こっちはこの下半目を取ろうかなと思います。鎖のこの下の半目1本ですね。で、奥のところ。この方は、ここが一番端っこの目になるんですけど、この上半目ですね。これを取っていこうかなと思います。で、これで引っ掛けて、引き出してきて、で、このループを引き抜く。で、今、引き抜き編みで一つできました。で、また隣の目も、こっちは下半目。で、お向かいさんは上半目。で、引き抜き編みをするという感じで、段数マーカーのついてあるところまで、半目半目同士でやってみてください。はい、こんな感じで段数マーカーのついてたところまで引き抜き編みをしてきました。そしたら、最後鎖を一つだけ編んじゃって、よいしょ。で、ここのところ糸処理できるぐらいに残してカットします。で、引っ張ってキュッと締めておきます。これで一つ出来上がりです。で、反対のところは糸をつけてやりたいと思います。それでは反対のところはまた段数マーカーをここまでするっていうのをつけてもらって、で、一番端っこと一番端っこの鎖目のところですね、ここにかぎ針を入れて、糸端は糸処理できるぐらいに、ここのところは残してもらって引っ掛けて引き出していきます。で、そのまんま鎖を一つ立ち上げてというか取り付けての鎖ですね。で、ここのところも、こっちは上半目、こっちは下半目。でからお迎えさんは上半目ですね。ここを取って、引き抜き編みをするという感じにしていきます。で、ちょっと糸端をキューッと引っ張って、でもここからはもう先ほどの反対のと一緒なので、ずーっと引き抜き編みをしていきます。で、最後の箇所まで行ったら鎖を一つだけ編んでカットして、で、こちらの方も糸処理をするという感じにしていきます。それでの引き抜き編みをした部分の糸処理も置いてきました。そしたら次は腕の部分をこんな感じでお袖ですね。こう通すような感じにしていきます。で、私はこんな感じにちょっとぴったりフィットするような感じにしてみたんですけれども、ここからここまでが10.5センチぐらいですね。はい。で、9センチぐらいになるような感じにやってきました。で、私のここら辺なんですけど、腕周りのところを測ってみると、24とかそれぐらいになっているので、私のこれを基準に24センチぐらいですね、してるんですよね。で、これを私は入れてみて、ちょっと皆さんもちょっとかなり個人個人で違うかもしれないんですけど、こういった感じでここら辺に来るときに、こんな感じでぴったりとフィット、ちょっと余裕があるかなぐらいなんですよね。にしてみました。で、個人個人でこれもかなり違うかなと思うので、一回自分の腕の太さのところですね、どれぐらいかいいかなっていうのを測ってもらって、このまんまでも良ければ、ここから細編みをぐるっと一周編んでいただいて、そのまんまなんかフレアみたいな感じにしていただいてもいいし、ちょっとこの袖を作るとね、ほんとなんかカーディガンっぽく使えたりもできますのでね、こういうところもこうやってしてお首に巻いたりとかもいろいろ使えたりするので、ちょっとここがあった方がいいかなとは思います。それでは目数はこんな感じになります。まず1段目70目にしていくんですけれども、この後で目数の編み入れ方はご説明しようかなと思います。そんな感じでずーっと編んでって1段目70目で、2段目に36目になります。
しようと思うんですけれども、70目の2目一度していくので35目になると思うんですね。でも私の場合は1箇所だけ2目一度しない場所っていうのを作るので、プラス1目増えるということで35プラス1で36目に、ぐるっと1周編んだ時点でなるかなと思います。で、それでもしも自分のサイズにもうちょっと調節したいなって思われる方は、2目一度じゃない場所、私は1箇所だけだったんですけど、それを、2箇所とか3箇所、4箇所とか増やしていってもらうと、そのサイズよりかはちょっと大きくなったりとかするので、そんな感じで調節していただいたらなと思います。ベース的にはこれですね。編み入れ方も次でご説明してるので、その通りにやっていただければもう全然大丈夫かなと思うので、はい、こんな通りに編んでいこうかなと思います。それではこちらが表面ですね。こっちか内側のところになるんですけれども、表面のところから糸をつけて行いたいと思います。糸をつける場所はですね、ここ合わさっているところで、ここが細編みのところになるんですけれども、合わさっているすぐ隣ぐらい、ここのところに入れるスペースがあるかなと思うので、ここに引っ掛けて引き出してきて、糸端は編みくるんでもいいし、後から糸処理しても大丈夫です。とりあえず私は後から糸処理しようかなと思うので、そのまま置いといて、鎖を一つ立ち上げて、根元のところに入れて、ちょっと一回だけ巻き込もうと思うので、鎖の、かぎ針の上に置いて、細編みを一目編み入れます。で、糸端をちょっとキュッと縛る引っ張ってちょっと引き締めておきますね。で、一番最初の細編みの頭にダンスマーカーを目印につけておきます。はい。で、ここのところなんですけれども、1、2、3と3つあります。で、その次のところがこの鎖のゾーン。で、また長編みのゾーン、鎖のゾーンっていう風になってると思うんですけれども、まず1目入れてもらって、で、その隣にもう一回ですね、これ長編みの頭になります。こっちから見たらそうなんですね。長編みの頭のところ。ここに入れちゃいます。こういう2回目、細編み。で、次なんですけれども、ここの長編みの棒のところ、ここを1目だけしか入れないようにしちゃいます。で、次は長編みの頭になるので、長編みの頭には1目。長編みの足のところに1目。長編みの頭に、引っかかった。長編みの頭に1目。はい。で、ここ足の部分に1目。という感じで、ちょっとすごい間隔を開いてるんですけれども、入れてちょっと狭めます。ここの時点でもう。じゃないと次上に行った時に、もう一つ狭らないと、あんな感じにはならないので、そんな感じにしていきます。はい。で、できたら、次この鎖のこのつながっているところってもう根元のとこですよね、ここ。ここに長編みが入ってるんですけど、この辺りに一つ入れて、で、この棒のところも一目です。こう長いね、長編みの足はもう一目にします。で、ここが合わさっているところになるので、合わさっているところに一目ぐらい入れて、という感じにしていきます。とりあえず足のところ、長編みのそこのところはもう一目です。この足のところは一目。で、合わさっているところ、このあたり、一目。一目という風に感じで、ここは長編みの頭なので、頭に一目。で、足の部分に一目。という感じで、ちょっと数えながらぐるーっと編んでいきます。そうすると70目前後ぐらいになると思うので、70目前後ぐらいがベストになるので、そんな感じでぐるっと一周細編みを編んでみてください。はい、こんな感じでぐるっと一周編んできました。で、私は70目になるように細編みを編み入れています。では次、上の段で2目一度していきます。2目一度するんですけれども、ちょっと細編み続きのところですね、1目ずつ1目ずつ編むところっていうのをまずは決めておきます。どこでもいいんですけれども、とりあえずこの辺りにしようかなと思います。反対の方はね、この辺りでやっとこうかなと思ってやったので、どこでもいいんですよ、やるところは。はい、それまではこのところぐらいまでは2目一度していきます。では鎖を1つ立ち上げて、根元のところに入れて、まずは引き出します。で、次隣、
入れて引き出して3本をかけて一気に引き抜いて2目を1目にします。これ2目一度ですね。で、段数マーカーを一番最初の2目一度のところにつけておきます。で、また隣、2目一度、で、隣、同じ場所に入れるとちょっとダメなので、入れないように注意しながら、2目一度でちょっと段数マーカーついてるところまで行きたいと思います。はい、ここまでずっと2目一度をしてきました。そしたら、この段数マーカーのとこのあたりぐらいを、2目一度じゃないようにしたいので、私の場合はなんですけれども、ここのところを1目ずつ細編みを編んでいきます。1、2と。もしも2目一度押されない場合の時には、そんな感じで細編みを2回連続編んで、次から2目一度する。で、またもうちょっといったら細編みを2連続編んで、また2目一度する。という感じで、この2つ細編みを連続で編むところを数箇所作ると、その分2目一度じゃなくって、1目ずつ1目ずつになるので、そんな感じで、目数をですね、増やしてみてください。で、また今2回入れたので、ここからまた2目一度するという感じで、最後の目まで編んでいきたいと思います。はい、2段目、2目一度をして、目数を36目にしてきました。で、この時点で、私のこの腕の長さですね、だいたい 15.5 センチなので、そこからまたリブをつけるとなると、もうちょっとキュッとなるので、リブの大きさだったら、今の段階ではこれぐらいになってるかなっていう感じです。はい、ではここからリブの部分編んでいきます。それでは、ここから鎖を6目編んでいきます。1、2、3、4、5、6と6目編んで、裏山一つ一つに細編みを編み入れていきます。鎖をまず一つ立ち上げて、で、1、2、2目目の裏山。はい、ここに入れてもらって細編み。で、6目分なので、ここに段数マーカーつけなくてもわかるかなと思いますので、わからない方はつけてみてください。はい、裏山を取って細編みを6目分編んできました。そしたら、ここのところが、つけて編んでるところになるので、ここの段ですね。はい、ここです。なので、その次の目に、そのまんま入れてもらって、引き抜き編みで移動します。移動できたら、もう一つ左、引き抜き編みで移動します。移動がね、2回なんですね。引き抜き編み、引き抜き編みで移動します。で、一番最後に編み入れたここのところから6目分また上半目だけ取ってね、細編みを編んでいくので、とりあえず今のところご説明だけのためにちょっとつけさせていただきますね。それで、これでこのところ編んだら、くるっとそのまんまです。向けてもらって、今これつけといたところ、上半目の部分ですよね。上半目につけておいたので、この部分からまたリブ編みなので、細編みをそのまんままた上半目1本を取って編んでいくことになります。一つ編んで、次の目もこの上半目1本、ここを拾って細編みという感じで6目分上半目1本のリブ編みで端まで編んでいきます。はい、端まで編めました。そしたら鎖1つ立ち上げて、またくるっと向きを向けます。向きを変えますね。で、またここから一番端の今細編み編んだところの上半目を取って細編みという感じで、またここからも6目分なので、ずっと6目分なので、6目分また上半目を取って細編みを下まで編んでいきます。はい、6目分細編みを編んできました。そしたら次もまた引き抜き編み2回で移動するんですけれども、この部分が入って引き抜き編み、ここ1回目の引き抜き編み、ここだ。ここですよね。で、2回目の引き抜き編みをここからして、ここからずーっと細編みを編んでってるところになるので、ここじゃなくってその隣の目ですね。入ってないところ。ここからまた引き抜き編みを2回します。はい。で、一番最後に編み入れるのはここですよね。今引き抜き編みこの2回移動したところ、ここは別に関係ないので、このところからになります。最初のうちわからない時にはもうこうやってして段数マーカーつけておくとくるっと裏向けた時にわかりやすいので、慣れていらっしゃらない方はつけておいた方がいいかなと思います。で、くるっと向けてからそのまんま
また段数マーカーの上半目ですね。のところから細編みを編み入れるという感じです。これの繰り返しでぐるーっと一周編んでいきます。はい、リブの部分ですけれども、こんな感じでぐるっと一周編んできました。で、最後なんですけれども、ここ一目残っていると思います。この部分が今残ってるんですけど、一番最後は、この一目のところプラス、一番最初に編んだところあると思います。ここですね。私ここすごい穴が開いてるので、ちょっとその下の部分と引き抜き編みで、これで2回目で移動です。で、裏を向けて、またぐーっと上まで編んでいきます。はい、こんな感じで上まで編んできました。そしたらここのところをこうひっつけるんですけれども、このマーガレットにするときに、この裾のところ、裾じゃないや、脇のところですよね。ここをやったのと同じやり方で、最後のところを引き抜き編みをして、それで終わりになります。で、私はもう片方仕上げちゃってるので、もう一方のこの袖のところですね。ここのところも仕上げていただいて、中に糸処理をして、で、スチームアイロンとかかけていただいて、それで完成になるので、あともうちょっとですよね。結局8玉目ちょっと使っちゃったので、はい。8玉は使っちゃったっていう感じですね。はい。では最後まで仕上げて、で、一番最後に大きさだけをお伝えしようと思います。はい。こんな感じで最後まで仕上げてきました。で、この袖口ですね。ここからずっと反対のところ、ここまでで測ってみたら118センチぐらいの平置き状態で測って118センチぐらいの大きさでした。で、上から下までの長さが約41センチぐらいになっています。で、これからの時期、外食とか、ちょっとお外に行ったりとかして、買い物とかですよね。行くとね、すごいガンガンにクーラーがかかってるところが多いと思うんですよね。で、外に出たりとかして、半袖とかで行ったりとかすると、すごいそういうとこに入ると、ヒヤッと寒いなって思う時があると思うんですよね、これから。なので、そういう時に、ちょっと私は車で移動とかするので、車の中とかに置いといて、それで寒い時にこう、さっと羽織れるような感じにできるかなと思って、今回は編んでみました。これが紺色とか水色とかそんな色でもすごいね、中に着たものがパッと入るんではないかなと思います。で、お袖のところもここでちょっとピュッと止まるような感じになっているので、この辺りがね、この辺りまで来るのがね、一番いいと思うんですよ。ここまで来るとなんかあったかいなって思うので、それぐらいまで来るのでね、この長さでいくと。なので、重宝していただけるんではないかなと思います。はい、こんな感じです。はい、今回は透かし模様のマーガレットを編んでみました。よろしければ編んでいただければ嬉しいです。はい、今回の動画はいかがだったでしょうか？この動画が良ければ高評価、それからチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。